こんにちは、アゴヒゲバイクチャンネルです。今日はこちら、モートンのバーエンドキャップなんですけど、これがね、入り込みすぎちゃう問題を解決しようかなと思ってます。これ前回ね、バーエンドミラーを交換しましたっていう動画を上げてるんですけど、これ同時に、バーエンドも、交換したんですよ。両方ともモートンから、購入したものになるんですけど、どうもね、これバーエンドミラーとこのバーエンドですね、キャップの部分セットで使うとね、そのままだとうまく取り付かない問題がありまして、そこの、何が問題かっていうところと、どうやって対処するかっていうところをちょっと今日はねお伝えしたいかなと思います。結構ニッチな動画になるかなと思うので、尺はかなり短めの動画になるかなと思うんですけど、モートンのバーエンドミラーに交換しようかなと思ってる人だったり、あとはバーエンドミラーとね、このバーエンドのキャップですねを、同時に変えようかなと思っている方の参考になればいいかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。はい、というわけで、何が問題かっていうと、まずこのバーエンド、純正のバーエンドからこのモートンのバーエンドにそのまま交換しますよと。バーエンドミラーつけないでキャップだけ交換しますよと。この場合は特に何も問題ないですね。なんですけど、このバーエンドとつけることによって、これキャップの部分ってハンドルにズボッとこう入る構造になってるんですね。バーエンドミラーをつけると、ここのねズボの部分がかなり浅くなっちゃうんですよ。今までこうズボッと入ってた分がバーエンドミラー分ね外に出ちゃうので、ここの中が空洞になってしまうんですよね。で、そこからネジで締めると、ぐいぐい締めていくとね、ハンドルがね、中に押し込まれる形になっていくので、だんだんこう、バーエンドのキャップの部分が、内側にこう寄ってくると。で、ただ寄るだけだったらいいんですけど、この右側の部分ですね、右手の部分、アクセルのこのスロットルとね、干渉するんですよね。で、あんまり締め付きすぎると、このスロットルを固定してしまって、ぐっとね、押さえて固定してしまって、スロットル回らなくなっちゃうんですよ。海外の動画見るとこれ同じくつけてる人いるんですけど、その人の解説によると若干緩めにつけてあげてねみたいなことを言ってて、ちょっとねそれだとね振動で落ちたりしそうで心もとないんですよね。できるだけねこうグッと締めた形で、取り付けてあげたいので、要はここにスペーサーを入れてあげればね解決するんですけど、メーカーからは特に注意事項というかこういう風に取り付けてくださいみたいなガイダンスは出てないので、そこのとこはねちょっと注意が必要ですね。で、じゃあ具体的にどうするのっていう話なんですけど、これキャップの寸法がだいたい内径がね25ミリぐらい、この奥行きっていうかな深さがだいたい11ミリぐらいありました。測ってみたところ、バーエンドミラーを取り付けて出っ張る部分、この、元から出てる部分が4ミリぐらいあるので、差し引き7ミリ分のスペーサーをこの中に入れてあげれば、そこでねこう完全に面が合うという形になるので、スペースは何でもいいんですけど、市販のものでいろいろ出ていて、これなんかバイク用で、ラバーユニバーサルカラーセットっていうのでね、外径 25mm の、内径 8mm で厚み 4mm のものが、売っているんですね。で、これを2枚重ね合わせると 8mm になるので、ちょっとねこれを使って取り付けをしてみようかなと思います。そうそう。で、もう一個あった。これ元からついてるモートンの 6mm の六角のネジなんですけど、なんかねこの六角の部分の加工がね非常に甘くてね、六角レンチがね入らないんですよ。ちょっとねこれどうなのって思うんだけど、これ元からついてたのがねこのクローム仕上げのもの、もうちょっと落ち着いた感じにしようかなと思って黒いものに交換していきます。これ 6mm、30mm の六角のネジですね。これでね取り付けてみたいと思います。はい。というわけで、両方とも取り付けまして、もうかなりね、しっかり固定されたかなと思います。今まではね、固定したつもりでも、ぐっとこう力入れるとね、空回りしちゃってたんですけど、それがなくなったので、かなりいいかなと。多分ね、ネジロックつけなくても、ぐっと締めてあげれば緩む気配はないので、多分大丈夫かなっていう気がしますね。あと、一応そのスペーサー入れた分分厚く、なって、両端で何ミリなんだこれ多分16ミリぐらいかな。幅広くなるんですけど、車検のハンドル幅が確かね、プラマイ2センチ以内であれば、一応、誤差の範囲というか、車検通るようにはなってるので、多分念のため、
ハンドルの両端ですね、測ってもらった方がいいと思いますけど、スペーサー入れて、その分、で少し締め上げてるので、多分15ミリぐらいには収まってるかなと思います。なので、特に車検の面でもね、心配する必要はないかなと思うし、もし万が一っていう時はね、その時だけバーエンド外してあげればいいので、車検上もね、特にハンドル幅広くなってっていう問題はないかなと思います。できればね、今日本当はこれつけて、振動で外れないか見たかったんですけど、あいにく、バリバリ雪が積もっているので、ちょっと雪溶けたらね、走ってみて、振動で取れないかっていうのを見ていこうかなと思います。はい。というわけで、モートンのバーエンドキャップですね、を取り付けしました。この動画気に入っていただけた方は高評価お願いします。また今後もこういった形で、ボンネビル T120 のカスタム動画だったり、あとは試乗動画とかね、商品のレビュー動画出していきますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。